ご視聴ありがとうございます。今回は、すべてが狭すぎる、あの路線のご紹介です。レアなスペックばかりが注目されがちな路線が歩んだ歴史、名前が矛盾した起点の謎と鉄道娘の裏事情、見どころ満載の終着駅に注目です。ここは、中部地方最大の都市名古屋から20分余りの桑名駅です。名古屋から並走してきた近鉄と JR、そしてここを起点とする養老鉄道の改札口が並んでいます。ただし私がこれから乗る路線は、ここから少し離れたところに駅があります。奥に見える、クリームと緑の車両が止まっているあの場所。2020年に駅舎の改築が完了し、すっかり綺麗になった桑名駅から少しだけ歩きます。200メートル足らずの場所にある、バス乗り場の横にある建物が駅舎です。駅舎の床はホームと同じ高さである一方、ここにはスロープがなく、バリアフリー対応ではありません。自動券売機や自動改札機が視界に入り、それなりに機械化されているものの、ホームの車両はかなりの年代物です。今回私が乗るのが、ここ西桑名駅を起点とする路線、三岐鉄道北西線です。同じ三岐鉄道の三岐線にも乗れる乗り放題パスを購入です。北西線は、揚木駅までを結ぶ全長 20.4 キロの路線で、運賃は片道最大510円。往復するだけでは元が取れません。有人改札を抜けます。古びたホームに佇む車両。一般の鉄道に比べて小さいのがわかります。この車両はもともと先頭車だったもので、運転台をなくして中間車にしています。この幅の狭さからわかる通り、この路線は国内の一般の鉄道よりも規格が低いです。2本のレールの間隔、期間は日本ではご覧の4種類が採用されています。このうち北西線は最も狭い 762mm で、必然的に車体もミニサイズです。国内の一般の鉄道では、北西線の他には2カ所だけ。通勤電車としては大きい近鉄の車両と比べると、違いがわかりますね。西桑名駅を発車です。床下から響く轟音。そう、この車両は吊り掛け駆動です。吊り掛け駆動はモーターの取り付け方法の一種で、古い車両を中心によく使われていたものです。今でも路面電車などでは採用例が多いですが、一般の鉄道ではより乗り心地の良い方式に変わられ、姿を消しつつあります。近鉄の車両に颯爽と追い抜かれ、ゆったりとした足取りで踏切を通過。この踏切は、先ほどあった4つの期間のうち、762mm と 1067mm、1435mm を一度に渡れる、とても珍しい踏切です。近鉄だけ踏切自体が独立しており、JR と北西線とは連動していません。JR と近鉄から離れ、線路が高さを上げると、右カーブで両線をまたぎます。ナローゲージで車体が安定しないこともあってか、速度が下がっています。この辺りで、北西線の歴史と今はおさらいです。北西線は、当時の私鉄、北西鉄道により、1914年から31年にかけて建設された路線です。このうち起点の西桑名駅は、もともと地名と同じ大山田駅でしたが、大山田村が西桑名町になったのに合わせ、その翌々年に西桑名駅に改められました。一方、近鉄と JR、今の養老鉄道は最初から桑名駅だったので、東側にあるこちらが西桑名という逆転現象になりました。また、さらに先には桑名京橋駅がありましたが、国道1号の渋滞緩和のために平面交差をなくすことになり、61年に西桑名までの一区間が廃止されています。この間、運営会社の合併などを経た北西線ですが、65年には運営会社が近鉄に合併されます。77年には西桑名駅が今の場所に移転。桑名駅から微妙に離れているのは、このような経緯によるものです。車両の入れ替えも進み、92年9月には31年の電化当初に導入された車両が引退しています。クロスシートの車両は左右1列ずつで、ロングシートの車両も通路が窮屈になる感じです。そして北西線の輸送人員は減少を続けており、75年は年間597万人が利用していたのが、2000年には281万人にまで減っていました。92年9月には一部列車でワンマン運転が始まり、99年には末端区間が1時間間隔に減るなど、
合理化もされたものの、2000年には近鉄が北西線廃止を表明しました。当初はバス転換の予定でしたが、地域にとって重要な存在であることから鉄道の存続が決まり、時間的な制約から、すでに三重県内で鉄道を運営していた三義鉄道に、2003年に移管されました。ちなみに、桑名駅に乗り入れる養老鉄道も元は近鉄の路線で、こちらは2007年に設立された新会社に移管されています。このような経緯もあり、北西線の車両は、もう一つの路線である三義線の車両とは互換性がありません。また、西桑名駅に等身大パネルがある鉄道娘、曽原蓮華は北西線のキャラで、名字名前は北西線の駅が由来。等身大パネルも北西線の駅にしかありません。最初の駅、馬道を発車です。水色をベースとした運転台は、近鉄の車両でもよく見られるものです。レールを改めて見ると、間隔の狭さがよくわかりますね。なお、カラーリングは対向車両が標準で、こちらは北西線の前身の一つである、三重交通の塗装を復刻したものです。そして速度が下がり、ポイントに入ります。カーブだけでなく、ポイント部分でもかなりの低速。角度は急で合流部分のレールも短く、規格の低さが際立ちます。このポイントはバネで一方向に固定され、反対から来るときは車輪でレールを押し広げて進むタイプですが、レールが戻るのには時間がかかります。駅施設も古さ全開ですが、三義鉄道への移管後の2008年に移転したこの駅のように、綺麗に作り変えられたものもあります。駅前広場や無料駐輪場駐車場が設置され、利便性向上に一役買っています。日中の運転間隔は、西桑名駅で日中30分間隔。駅によっては、行き違いをせずに発車です。6駅目で、再び対向列車とすれ違います。さっきの車両と似ていますが、前3両のドアは片開きで車体の角が丸いなど、微妙な違いもあります。ただし、屋根上のパンタグラフの大きさは、全ての車両に共通です。車体が小さいとはいえ、踏切もあるので架線はそれなりに高くする必要があり、必然的にパンタグラフが大きくなるのです。いまいち保線状況の良くない線路を、甲高い吊りかけサウンドを響かせながら走ります。このように川沿いの平地が見える場所もあり、ローカル線らしさが感じられます。それほど速度は出ていませんが、車体は左右に揺れます。8駅目の東院駅に到着です。路線は12駅目の阿劇までですが、この列車はここが終点。朝と夜の一部列車は、この駅止まりです。この駅は2005年に2駅を統合したもので、この先に車庫があるため車両を取り替えることがあり、乗り換え客への配慮として、ホーム全体に屋根があります。この列車は折り返さずに車庫に入るため、ドアを閉めてから阿劇方面へと引き上げていきます。後ろの3両は車両の間に台車がある連接車と呼ばれるタイプの車両で、1両ずつばらすのが難しい仕様です。車両によって見た目も中身も違う北西線、見ていて飽きないですね。駅前の様子がこちら。駅舎は西桑名駅よりも綺麗で、駐車場もあります。なお、曽原蓮華の勤務地は東院駅の設定で、名字と名前と勤務地は、それぞれ沿線の3自治体にちなんだものです。後続列車で阿劇駅を目指します。車内には老朽化が見て取れますが、この車両には三義鉄道移管後に冷房が積まれ、サービス向上が図られています。機械が床上にあるのは、天井に乗せると補強が必要になって重くなるのと、重心が高くなるのを避けるためです。そしてこの先に、北西線唯一の車庫が、かつてはここに駅があったのですが、東院駅への統合後にホームなどは解体され、駅舎があったところは空き地になっています。その奥の線路では、さっきの車両が休んでいます。東院から3駅、曽原に到着です。対向列車は、三重県のサッカーチームのラッピング車両です。ここでも、駅名板には曽原蓮華のイラストが。そして日中は半分の列車がここで折り返し、阿劇方面へは1時間間隔に減ります。駅間距離も開き、ここまでは平均 1.4 キロのところ、ここからは 3.0 キロになります。川沿いをぴったり走るわけではなく、結構アップダウンもあり、線形が改良されたところもありますが、急カーブも残っています。そしてカーブを抜けた場所にあったあの橋。これはねじり橋と呼ばれ、江戸時代に作られた水路に架かる橋で、
橋と水路が斜めに交わるため、ブロックが斜めに積まれています。この構造はねじりマンポというもので、現存するコンクリートブロック製の橋では唯一と言われるものです。その先にあるのがメガネ橋。これは3連式のアーチ橋で、北西線の代表的な撮影地になっています。木々の間を走る区間と見通しの良い区間が交互に続き、木々の間を S 字カーブや急勾配で突っ切りながら走ると、畑の向こうに終点の挙木駅が見えてきました。ホーム1つ、線路2本の構造で、西桑名とは違って改札がホームの突き当たりにある終着駅らしい構造。ホームから入り口までの間には階段もなく、バリアフリーにも対応しています。駅舎の様子がこちら。かつてはホーム一つと線路一本だったのですが、三義鉄道移管後の2006年に施設が丸ごと作り変えられました。そしてこの駅のもう一つの見どころが、先ほどのカットにも映っていた画面右奥の施設。手前の転車台は過去に挙木駅の横で実際に使われていたもの。その奥ではミニサイズの車両に乗れます。そしてこのレールの奥には超年代物の車両が。これは1931年の北西線全通の時に導入された車両で、北西線では92年までに引退しています。この車両は82年に廃車になったもので、2008年まで三重県四日市市内で保存されていたものを移設したものです。老朽化していたため移送後に修復され、2011年11月から一般公開されています。窓枠の状態が少し心配ですが、床下機器はきれいに塗られ、状態はかなり良くなっています。ここには架線はありませんが、パンタグラフが上げられ、電源を用意して両側のヘッドライトもつきます。そしてこの車両、中にも入ることができます。床板は木張りで、荷棚や座席の下の作りに古さが感じられる車内。ドアは手動式のようです。運転台はこちら。ここから改めて見ると、ミニ電車の線路は、この車両が乗っている線路を部分的に使っているのがわかります。そしてここにあるのは、ミニ電車とこの車両だけではありません。ここは軽便鉄道博物館と銘打った施設で、この後ろには三角屋根の建屋があります。これはかつて車庫として使われていたものらしく、中には曽原レンゲのグッズや路線の見どころがわかる解説、実際に使われていた看板類や、博物館の展示物の解説、統廃合された駅の駅名板もあります。パンフレットやイラスト満載の資料もあり、一見の価値ありです。また、ナローゲージが視覚的にわかる展示も忘れていません。そして屋外にあるこの看板は、近鉄の駅で使われていたものを転用したもので、北西線や養老鉄道など、近鉄から分離された路線が路線図に載っているなど、貴重な品物がしれっと置かれています。この施設は地元有志が運営しており、毎月第1第3日曜日に開いています。そしてここから少し離れた場所に、もう一つの見どころがあります。駅から北に向かい、坂道を10分近く歩いた先に、もう一つの挙木駅があります。これは解体時に保存した部材を使って旧駅舎を復元したもので、開館日限定で一般公開されています。ホームなどを縮小しているものの、大きさは当時とほぼ同じで、木造平屋建てのおよそ80平方メートル。1931年完成でありながら、駅前からホームまで段差がない、優れた設計です。2003年の移管以来、自治体の支援を受けつつ運行される北西線。今年5月には近鉄との連絡定期の販売が終了するなど、気になる動きもありますが、国内でも珍しい規格の路線と車両、そして終着駅にある珍しいスポットに足を運んでみてはいかがでしょうか。ご視聴ありがとうございました。